おはようございます。ケンです。今日は2026年1月のテスラについて整理をしていきたいと思います。1月に起きたテスラの構造変化をできるだけわかりやすく整理をしていきます。まず最初に多くの方が1月のテスラに対して感じていた率直な印象から確認しておきたいと思います。1月のテスラ株は上がりそうで上がらない。下がりそうでも崩れない。決算では売られた。でもその後すぐに反発もした。海外メディアを見ると成長は止まった。EV メーカーとして限界だという声が増えた一方で、これは転換点だ。評価軸が変わるタイミングだという全く逆の意見も出てきています。正直何を信じたらいいのかわからない。そう感じた方もいるんじゃないかと思います。ではここで一つ大事な問いをしてみたいと思います。本当にテスラは1月に減速したのでしょうか？それとも僕たちの見方の方が追いついていなかったのでしょうか？まず株価の動きから見ていきましょう。1月のテスラ株は確かに調整しました。でも恐怖で崩れる相場だったかというとそうではありません。出来高はパニック的に膨らんではいない。RSI も極端な売られすぎの水準には入っていない。下がっても一方向に崩れ続ける動きではありませんでした。つまり悲観で投げられていた相場ではなかったんです。これはこの1ヶ月を理解する上でとても重要な前提になります。ではなぜあれほど分かりにくかったのか。理由はシンプルです。評価軸が切り替わり始めているからです。これまでテスラはとても分かりやすい会社でした。何台売れたのか、利益率はどうか、値下げで需要は伸びるのか、こうした自動車メーカーとしての指標で評価をされてきました。だからいい数字が出れば一気に上がり、悪い数字が出ればすぐに売られる、そういう相場が長く続いていました。でもここ数ヶ月徐々にこの見方が通じなくなりつつあります。そして今回の決算ではっきりと分かれたと思います。つまり納車台数だけでは説明できない動き、これが増えてきました。決算で売られても致命的には崩れなかった。いいニュースが出ても一気に評価が固まりません。これは市場が迷っていたからではないんです。市場が次に何を見ればいいのか探し始めていたという状態になります。1月のテスラは迷走していたわけではありません。評価軸が EV メーカーから別の何かへ移行する途中にあるんです。この評価軸、僕の YouTube でも12月頃から頻繁に言ってきていますが、本当に今は転換点の真っ只中なんです。だからこそこの途中の状態っていうのが最も分かりにくく、最も意見が割れる時間帯なんです。では、テスラは何を見せ始めているのか。1月を通して見えてきたのは、テスラが単なる車の会社として評価されるフェーズを終わりつつあるという事実です。EV メーカーとしてのテスラはすでに成熟期に入っています。一方で自動運転の FSD、ロボタクシー、AI ロボット、これらはようやくスタートラインに立ったばかりです。この2つが同時に起きている。だからニュースは分かりにくくなり、株価は不安定になり、評価は割れました。1月はその切り替わりが表に見え始めた月となっています。ここまでが1月前半から通して見えてくる大きな構造の話です。次はこの続きとしてテスラが1月に実際に何を変えたのか、この部分をもう少し具体的に見ていきます。1月を通して一貫していたのはテスラが車をどう売るのかではなくって FSD をどう使わせるのかという視点で全てを組み替え始めていたことです。FSD の価格変更、仕様の見直し、一括購入からサブスクリプション中心への移行、これらをバラバラのニュースとして見ると評価は割れます。ですが、一本の線で見るととてもわかりやすい方向性が見えてきます。それは FSD を将来の約束として売るフェーズから今使われるサービスとして運用するフェーズへ移行したということです。一括購入モデルっていうのは
分かりやすい売り上げを生みます。ただし同時にまだ完成していないものを先に売っているという側面もありました。サブスクリプションモデルであれば、その時点で使える機能に対して支払う。合わなければやめることもできる。これは規制対応という意味でも、ロボタクシーを見据える意味でも、かなり現実的な選択です。1月のテスラは、この現実側に一歩はっきり踏み出したということになります。同じことはハードウェアの取り扱いにも現れています。ハードウェア3は最新世代と同じ性能にはなりません。これは方針の問題ではなく物理的な制約の話です。ただしテスラはハードウェア3を切り捨てる選択っていうのをしませんでした。どう使い続けるのか、どんな役割を持たせるのか、フリート全体の一部として役割を再定義する方向に進んでいます。ここにも売り切りではなく運用、これを重視する姿勢が見えます。そして1月の後半、ここで構想だったものが一気に現実に変わり始めました。無介入での長距離走行、無監視でのロボタクシーの運用、さらに FST が保険で評価され始めたというニュースも出てきています。保険は感情ではなく自己率と確率で判断します。その保険会社が FST の方がリスクが低いと評価をした。これは FST が単なる機能ではなくリスクを下げる仕組みとして見られ始めたということになります。さらにロボタクシーについても技術の話だけではなくコストの話、これが出てきました。1マイルあたりいくらで運用できるのか、これが語られ始めた時点でフェーズは一段変わっています。こうした流れの中で抑えたいのが決算でした。数字だけを見れば減収、減益、失望と受け取られてもおかしくはありません。実際、決算直後の株価、これは売られました。ただし、同時に出てきた数字もあります。FST のサブスクリプション加入者数は110万件、エネルギー部門の粗利率は 30%、そして2026年の Q1 から FST は完全に月額モデルへ移行していきます。ここで重要になってくるのは台数ではありません。どう利益を生む構造に変わり始めているのかという点になります。だから売られはしましたが、恐怖で崩れる相場にはなりませんでした。決算説明会ではその方向性がさらに明確となりました。モデル S とモデル X の生産終了、工場はオプティマスの生産ラインへ変わっていきます。ロボタクシーはすでに実運用段階で2026年に向けて200億ドルを超える投資をしていきます。さらに半導体領域にまで踏み込む姿勢です。これは短期の効率化ではありません。テスラが自動車会社であるということを自ら終わらせに言っている、そう感じさせる内容でした。この決算を海外メディアはどう見たのか、評価ははっきりと割れました。EV メーカーとして見る立場からは、減速、失望、投資方、一方で AI やロボット、自動運転企業として見る立場からは、これは終わりではなくて転換点だという評価、この分裂がそのまま株価に現れています。1月のテスラの相場を一言で表すならば、決算で売られ、物語で買われた、この表現っていうのが一番しっくりくると思います。では、1月を振り返った上で僕たちはどう見るべきなのでしょうか。上がるのか下がるのか、これを当てる前に一つだけ考えておきたいことがあります。もう何回も皆さんに聞いていますけれども、テスラを EV メーカーとして見ていくのか、それとも AI が現実世界で働く会社として見ていくのか、この前提が違えば同じニュースでも同じ決算でも見える景色っていうのは全く変わります。1月、テスラは減速したのではありません。見られ方が完全に変わり始めただけです。EV メーカーとしてのテスラは成熟期に入りました。AI、自動運転、ロボット、そしてインフラ企業としてのテスラはようやくスタートラインに立ちました。この視点を持ったまま2月以降のテスラを見ていくとニュースの見え方はきっと変わってくるはずです。そして2026年っていうのは AI 企業としての側面が
一気に強くなる年となっていくと思います。はい。ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。皆さん、毎日の生活の中で必ず洗剤っていうのは使っていると思います。この洗剤なんですけれども、実は海を汚す元になっているっていうのをご存知ですか？食器や家などは綺麗になるかもしれませんが、実は地球を汚している。例えば、ちょっとね、想像してほしいんですけれども、洗剤の泡なんかを庭の草木にかけようとした時に、それまずいでしょって思いませんか？ハイターなんかを植物に吹きかけたりってしないですよね。つまり洗剤っていうのは実は環境にはあまりよろしくないんです。けど今僕が家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですが、これは洗浄成分が 100% 植物性なので自然を汚さないんです。しかも洗浄力もバッチリあります。さらにもっといいのが、これ1本で家中が掃除できるんです。食器もトイレもお風呂も車だってこれ1本で掃除ができます。ぜひ興味がある方は概要欄にナノトップの公式リンク、こちら記載しておきますので、そちらよりご覧になってください。先週滋賀で琵琶湖一周っていう企画したんですけれども、その翌日にナノトップの勉強会並びに実践会をしました。参加されている方はナノトップっていうのがどういった洗剤なんかを知り、そしてその後に実践会でナノトップを使っていろいろなところを掃除しましたけれども、皆さん感激されていました。なのでね、ぜひね、皆さんにもちょっとね、使ってほしいなって思っております。使い方などわからなかったら僕の方に聞いてもらえれば使い方も説明しますので、ぜひね、地球を守るということからも、ぜひ一度使われてみてください。僕はやはりテスラに乗り始めて少しね、環境というものに対する見え方って変わってきたんですよね。なので、環境のために自分でできるっていうことは自分で取り組んでいく。洗剤をナノトップに変えることで、それだけでも SDGs になります。また、ナノトップは除菌効果もありまして、50倍の希釈でもコロナやインフルエンザの予防にもつながっています。ナノトップを使い始めたからというわけではないかもしれませんけれども、確かにうちの家族で見ると、今年誰もインフルエンザにもかかってませんし、風邪もひいていません。こういった点もやはりあるんじゃないかなと今僕は思っています。そしてやはりこれだけの洗剤なので、気になるのはお値段だと思いますけれども、通常販売されている洗剤と比べて圧倒的に安いと思います。そちらも公式サイトから確認いただけたらと思います。一瞬値段を見ると高って思うかもしれませんが、ここから希釈をして使っていきます。10倍希釈、20倍希釈として使っていきますので、トータルのコストと見れば、他の洗剤と比べて圧倒的にコスパはいいです。なので、そういったことも踏まえて、正直僕は洗剤っていうのは、ナノトップに変えない理由はないと思っています。ぜひ、まずはオンラインショップ、ここからご覧になってみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。